今日はぶどうの描き方基本をやってみたいと思います。今日のぶどう、これねピオーネ、ニューピオーネですね。黒いぶどうですね。だいぶ売れてポロポロ実が落ちてるんですけど、こういうふうに軸が見えてるっていうのが描く時のポイントだと思いますね。だからびっしり実がついていると、絵としてはあまり面白くないよねっていうことになると思います。今日の紙です。ホワイトアトソンを 2P サイズに切っています。横構図で描いてみようと思います。手の方はホルベインですね。今日はね4色のみを使ってみようと思います。クリムソンレーキ、ガンボージーノーバ、ウルトラマリンディープ、バンタアンバー、以上4色です。今日はシンプルにやってみたいと思います。じゃあね、下書きをやってみます。ぶどうをどういうふうに置くのがいいのかなということなんですが、今日の光は、左上からにしておきます。こんな感じに置くのがいいかなと思います。右をちょっと上に上げて、左下の方へ軸を流すっていう感じですね。ぶどうの軸が例えばこういうふうに流れていたとします。そうすると、こう枝分かれをしていくわけですよね。その枝分かれの先がさらにまた何個かに分かれて、それぞれね実がつくわけです。重なり合って見えないことが多いんですけど、見えるぶどうだけはちょっと描いてみようかなと思います。で、まん丸ではないので、こういうふうにちょっといびつな感じがしますよね。表に出てきた正面向きのはたまにこういうふうに丸く見えることがあります。でも大抵はちょっと横向いてたりするので、まん丸には見えないことが多いんですね。で、ここの付け根ですね、柄がついてる部分は膨らみます。ある程度のボリューム感は欲しいかなと思いますので、表からね丸々こう見えるものを描いて、その次に一部隠れてるよっていうのを描いて、さらにその隙間に向こうの方にあったのがちょっと見えていましたっていうのを描くわけですね。だからこっちから出たのがこの向こう側に見えました。複雑にこう重なり合うわけですね。実際に見たままをね描いていただいたらいいかなと思います。実際にね実がいっぱい詰まってましたっていうぶどうの場合は、実をね何個かちぎって取って隙間を作るっていうことがいいんじゃないかなと思いますね。たまにはこうやってポロポロっとこうね落ちてましたとかいうのもあっていいんじゃないでしょうか。もうちょっと絵を出しますよ。で、今日はねマスキング液を使います。ぶどうがキラキラ光って美味しそうに見えますよっていうのが欲しい場合は、こうやって、左上からですのでね、一粒の左上がかかってくるわけですよね。それと軸もね一応マスキング液で覆っておきますね。はい、このくらいでね乾かしたいと思います。はい、下塗りの前に色見本を作っておきますね。今日のぶどうの色ですね、暗い赤紫なんですけど、ちょっと真っ黒に見えるわけですね。基本的な紫っていうのはクリムソンとウルトラマリンディープで作ります。クリムソンが多いと赤紫、ウルトラマリンディープが多いと青紫になるわけです。さらにバンタンバーを入れます。かなり暗い濁った色になるわけですね。そうするとこのぶどうの暗いイメージになるわけです。軸の部分なんですが、バンタンバーに場所によってちょっぴりウルトラマリンディープを混ぜて暗くしたり、あるいはガーボンジンを混ぜてちょっと明るめの茶色にしたりっていうことで、少し変化をつけられるといいかなと思いますね。
全体的にこういう色ばっかりですと暗い感じの色になってしまいますので、あらかじめガーボン銃をちょっとだけ差し込んでおこうかなと思います。かなりカラフルになりますのでね。はい、そろそろマスキング液乾いてきたようです。じゃあ下塗りをやってみますね。でまずね、ガーボンジーですね、薄く溶いて光の方左上ですね、下塗りですので鉛筆の線を気にせずに入れてください。しっかり伸ばします。はい、続いて赤紫ですね。クリムソンレーキに少しだけねウルトラマリンディープを入れて赤紫を作ります。大雑把にかけます。でこれもしっかり伸ばします。はい、続いてウルトラマリンディープを増やして青紫ですね、こんな風な感じの色に変わっていきます。で最終的にこれにバンタンバを混ぜるわけです。ウルトラマリンディープとバンタンバ、少しクリムソンも入りますよっていう感じですね。暗い色になるわけですね。はい、これも伸ばしてティッシュで吸い取っておきます。下塗りですのでね、惜しげなく取ってください。これでだいたいこうイメージが作れましたっていうことですね。じゃあこれで一旦乾かしますね。はい、だいぶね乾きました。ここから細かい作業に入っていこうと思います。手前に出ているブドウの奥ですよね。空間もあるしブドウもあるんです。暗い色を置いていこうと思います。ウルトラマリンディープですね。バンタンバーです。今回はこれ2色だけでちょっといってみますね。ウルトラマリンディープ多めですので、どちらかというと、青い色っていうことになるかなと思います。枝に関してはマスキングをしていますので、気にせずに上から潰していっても大丈夫っていうことですよね。ぼかしておきます。上に出ているブドウに少しぐらいねにじんでいっても全然 OK ですので、神経質にならずこうやっていかれても大丈夫です。そこから続いて青紫ですね。だから一番暗いところの色が入りましたよ、その次の色ですよっていうことです。でこれは表に出ているブドウの下側ですね。光から遠い方に入るべきかなっていうことですね。これもぼかします。色が全体的に入ってきました。あまりにもムラムラしすぎているところは取っておきますね。でまだ濡れている時にこういうところです。細かくくっきり出したいわっていうところは色をねなだらかにしておきます。あまりね神経質になる必要はないかなと思うんですけど、いらない線がついてしまうとちょっと後始末にまた大変なので、濡れている間にやっておくべきことはやっておいた方がいいかなと思いますね。でここなんかがちょっと出過ぎているので、影ですよね、ブドウの影として残すわけですが、広すぎるなと思ったところはこうやってちょっと始末をしておきます。さらに綺麗な赤紫を作りました。一番ね表に出ているブドウの主なところにこうつけるわけです。はい、これもね少しずつぼかしておきます。でここもねほとんど真っ白で残っちゃうと何のためにマスキングしたのかわからない状態になりますので、
一応ね最後まで薄くね、グラデーションさせておく方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあこれで一旦乾かしますね。はい、マスキング液もね外しました。仕上げのね作業に入っていこうかなと思います。マスキング液がねかなりいい加減な感じでつけていましたので、少し形を整えていこうと思います。例えばこの大きなマスキング液の後の白地ですね、2つぐらいに分けてもいいのかなと思います。こういうふうにね縮めて、で周りにちょっとこうぼかすといい感じかなって思いますね。枝の方ですね、こんなに太く出ちゃうと困るわけで、周りの色で詰めていくっていう作業になろうかと思います。こんな感じでね細くしていきます。枝自体の色なんですが、バンタンバ一色でやってみますね。こんな感じの色になります。これでもいいんですけど、少し明るくしたいなと思ったらちょっとガーボンジンを混ぜて黄色みを帯びた色にしてもいいかなと思いますね。あるいは暗い色でね、例えばこんな色でもいいかなと思います。そして奥にブドウがあるのをほとんど分けずに塗っているので、見分けがつかない状態になっているわけです。なので部分的に出そうと思いますね。ウルトラマリンディープとバンタンバーを混ぜて、例えばこれです。一段暗くしますね、こういうふうにね。要するに一番奥のブドウなので、この絵の中でも一番暗い部分ですよっていうことにしようと思います。ここも一番奥になるわけで、出てきたところはちょっと明るい方がいいので、こういうふうに伸ばします。ここもちょっとね一番奥ですよっていうのが分かるようにしっかり暗くして、で徐々に明るくしていくっていう作業になると思います。なのでね、一番暗いところの色っていうのは本当に暗い色でやるとすごくこうメリハリがつくっていう気がします。だからその次に暗いところっていうのはクリムソンを入れて、本当の紫っていう感じですよね。こういうところです。重なって下になっている部分を暗くしていきます。で、明るい部分なんですが、今縮めましたね。でただね、縮めるだけじゃなくってこう新たにねもうちょっとここ明るい方がいいわと思ったらホワイトワトソンですのでね、結構取れるわけです。だからもしちょっと暗いところばっかりでちょっと明るくしたいわと思われたら、こうやってね早めに削られると比較的簡単に明るい色が、明るい部分がね復活してくれるかなと思いますね。もうちょっとね今の作業ね他の部分でもやってみたいと思います。はい、今さっきと同じ手順でやってみました。ちょっと気になるのがこのプツプツがくっきりしすぎて不自然な感じがしますので、少しぼかしておきます。この辺のねちょっと爪が甘いところとかまだこうちょっとあるわけですけど、だからちょっとここ曖昧なんだけどっていうところもちゃんとね残しておくべきなんではないかなと思いますね。あまりにもちゃんときちきちね描くよりはね。でこれでほぼほぼできたわけです。ただちょっとねこの黄色が綺麗すぎて不自然な感じがしますので、黄色の上からクリムソンとウルトラマリンディープで作った赤紫ですね、これがねかけておきます。ちょっとね綺麗すぎて落ち着かない感じがしますのでね。はい、これもねちゃんとね始末をしておきますね。そしてわずかにね線描を入れてみますね。赤紫でいいんではないでしょうか。今鉛筆の線で見えてるだけのとこがこういくらかあるわけですね。こういうところからこういうところですね。全部に入れちゃうとこれがまた非常に不自然な感じになりますので、要所要所入れられたらいいんじゃないかなと思います。鉛筆の線がこれなくなるとほとんど一緒になってしまうよねっていう部分にちょっとね
入れておかれたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとだけね修正してみました。ここの枝がこの下をくぐっているのがちょっとはっきりしなかったので、ここをしっかりね白くしておきました。ここに影をちょっとつけました。それからこれがあまりにもね形がとんがりすぎていたので、ここをちょっと暗くして丸くね修正しておきました。そしてここの周りですよね、ちょっと強すぎたのでこの背景色の始末をねもう一回しっかりやっておきました。ここなんかもねちょっとこう枝がね途中で途切れちゃってました。今回はねざっくり描くっていう感じの描き方ですので、細かいことは気にしなくてもいいのかなっていうことです。はい、じゃあこれでね完成にしたいと思います。